さんこんにちは。お元気ですか？ジャズドラマーの田中福士です。フロムニューヨーク。イエーイ。今日はですね、70年代とか80年代のジャムセッションに行った時のですね、ちょっとお話をしてみたいなと思います。まず最初はですね、1978年、最初にニューヨーク行った時のね、お話ですけど、これは前もお話ししたかな、ピアニストの横山静子さんと一緒に行ったんですけどね、本当にねニューヨークに着いてですね、もうその日からジャムセッションもう行くことができました。でほとんどね毎日ねジャムセッションやってるんですね。月曜日はどこどこ、火曜日はどこどこ、水曜日はどこどこね、大体まあねもうずっといいメンバーが出てるんですけど、ウィークナイツはもうほとんどどこでもジャムセッションやってましたから。でもうドア開けるとですね、いつもチェンチェンケチェンっていうねスイングが聴けて、今のね時代とは随分こう異なりますけど、やっぱりその頃80年代もねもうしょっちゅうジャムセッション行きました。でやっぱりジャムセッション行ってもねこう演奏が終わったりするとね話しかけられるんですね。You sound good とかWhat's your name 名前とかね。で名前だけだったらいいんですけど、その後いろんな質問なのかなんか知らないのかバーッと喋ってこられる。それがもうやっぱ分かんなくてね、もうそれだけがちょっとねもうセッション行くの楽しい、演奏するの楽しいんですけど、で寄ってこられてもう話されるとなんかこう逃げるような感じでね、でまた来たなどうしようで、最初はねもう聞くしかないじゃないですか。でこう聞いてなんとか喋ってるけど、で話はこっちがあんまり出ないから「イエス」なんてこう言っててね、でもとにかくあんまり喋れないのが分かるからスーッと行くんですけどね。である時こう外人に「I don't understand English but what should I say」なんて言えばいいかと一番ね。そしたらもうとにかく服何があっても何かあったらもう「あはん」って言っとけばいいからって。なるほど、オッケー。なんかハンク・モブレーの曲になんかそんな曲があったなと思いましてね。よし、それが次の週ぐらいからねまたバーッと寄ってきたら、よしとにかく寄ってきたらってまた喋られる。喋ってきた。とにかくって言って、そしたらもう彼も大丈夫かなと思って。You understand? ってこう言われて、僕は No って言ってみんなスーッと行っちゃって、それから次の週あたりからあいつはもう英語全然ダメだって言ったんでね、誰も話しかけてこなくなりましてね、あれはどうしようなんて。その頃最初はね英語の学校行ってたんですけど、最初はね一生懸命行ってたんですけどね、なんかいい先生も来られなくて、それからもう行くのやめましたけどねお金だけ払ってもう学校全然行かなくて、実践で勉強するしかないと思いましてね。それから普段はねテレビをね一応買ってテレビをよく見てねコメディ見たりとかしてね、テレビ番組見てるといろんなその同じような言葉が出てきますから、そんなのもこう耳でね覚えて、少しずつこう話しているようになったわけなんですが、そうやってね、いろんなセッション行きました。である夜ですね、これは何年ぐらいかな、82年3年ぐらいだと思うんですけど、これはもうすごいいいセッションでね、ジュニア・クックがねハウスバンドですよ。でリーダーはねドラマーでハロルド・ホワイトですね。その当時はねホレス・シルバーとやってたドラマー、いいドラマーで、ベースはもうずっと長年ロイ・ヘインズでやってたエド・ハワードってね、素晴らしいです。ピアノはね僕はちょっと何週間かいたのはね、何回か見たのはアルバート・デイリー、これも黒人の素晴らしいねピアニストですけど、その後すぐね何回か見に行ったような亡くなりましたけどね、でピアニストはちょこちょこといろんな人が変わってやったんですよね。すごいいいセッションでね、そうするとビールもね安く売ってますから、ビール一本飲んで、もう名前もね教えてあるからサインしてやって。一本飲みました。いいな、すごいな、ジュニア・クック。ハウスバンドがずっと演奏してるんですね。
まあ日本にはじゃあもう日本でもうすぐ回ってくるかなって、まあ2本ぐらいこう飲んでね、でねそろそろかなって、まだかな、もう1時間半ぐらい待ってるしどうかなって、でまあその黒人のドラマにですねまだかっつって「お前次だ」って「おいやちょっとドキドキしてね次かな」と思ったら、そしたらヒューッとなんか人が歩いてきて、でドラマにちょっと声かけてるんです。そしたらもうネクストたらかしちゃうんですね、そのドラマを。俺だって言ったのにまた待ってんのもなんかしょうがないな、もうビールも2本目もなくなったしどうしようかななんて、まあ3本飲むとちょっと酔っ払うしってこれ待ってたらまあ呼ばれまして、でもまあもうでもね2本ぐらい飲んだらその分弱かったから結構いい気持ちでねさあ上がりました。明日ジェニー・フックが「OK let's play」なんとかって言ってるんですよ。それで始まったんです。聞いたことあるんですけど、また早いこんなテンポね聞いたことあるんですけどなんかやったことないですよ。フォームがまためっちゃくちゃなんですね。というのは皆さんねご存知かどうか分かりませんけど、ステーブルメイツっていう曲でね難しい曲なんですねこれね。でそれをタララパララタディダダ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 ダこれなんでもう速いテンポでこれどうなってんのかなと思って、ジェンがソロ終わって、みんなソロ終わってパーンとドラムソロです。もうめっちゃくちゃになりましてね、ホーム全然わかんない、めちゃくちゃになっちゃって、もう終わりました。もうお酒も入ってるんですけど、うまくいかなかったな。もう本当にね泣きながらね家に帰りました。もうそんなこともしょっちゅうありましたけどね、だけどその時に何くそと思ってその失敗したうまくいかなかった苦い思いをした曲はね一生懸命レコード聴いてね覚えました。とにかくその時に音楽はやっぱりいっぱい聴かないとダメだなと思って、でそのあるね曲を覚える時にこれからね若い人たちにはお伝えしたいんですけど、いろんなスタイルがあるから、マイルス・デイビスが やってるねやつもあればピアノトリオで誰かがやってる、でまた他の人がいてビッグバンドでもやってる、いろんなスタイルがあるから一曲聴くのにもいろんなスタイルがあるから、それもついでにね聴かれるとすごく後でね演奏する時に楽じゃないかなと思います。で特に僕はもう譜面全然読めませんから、もう耳で覚えるしかないですからね。そんなわけで、頑張っていただきたいなと思いますけど、そういうセッションがありましてね、でこれはちょっと面白い話なんですけど、そこがスターカフェだったんですけど、そのスターカフェでこう行ってて、ある夜行きましたよ。でビール飲んでたんですけど、そのビールをですね置いてトイレ行っちゃうとこれねすぐなくなっちゃうんですね。というのは誰か持って行って飲んじゃうんですね。その頃はもうねなんかもうバーがこう入り口にあってね演奏するとこともねちょっとつながってたんでね、もうちょっと隙にですっと持ってかれる、そんなねなんか面白い時代だったですね。で数年後に田中秀彦ちゃん、僕の大親友素晴らしいベースプレーヤーで、彼がニューヨークに来ましてね、どっかセッション連れてってくれって、でそのスターカフェに連れてきました。で僕はその時にねちょっとヒデちゃんトイレ行くからこのビール見といてってこう言ったんですね。そしたらヒデちゃんがその時になんでそんなこと言うのかなと思って、でトイレから帰ってきました。でヒデちゃんが「なんで福ちゃんそんなこと聞くの?」って言ったら「いやこれちょっとね油断してると持ってかれるんだよ、飲まれちゃうんだよ」って言ったら「あそうなんだ、だからさっきからなんか何人かがチロチロこれ見てたんだ」って。そうなんだよ、日本と違うんだよ。日本なんかねパチンコみたいにあるでしょ、パチンコの玉いっぱいあってトイレ行ったってパチンコ残ってるやん。でもこっちでパチンコがないのはこんなもん玉置いといてトイレ行ったらもう帰っちゃう、もう洗え絶対ないからね。そんな感じはニューヨークはなったら、なるほど。それで自動販売機がね外にないでしょ、ドリンクのあんなもんね置いといたら全部そのままもうそっくり持ってかれるからそんなね日本ではね考えられないことがね、ニューヨークで起こってました。ただやっぱりね音楽は素晴らしいですから、ジャムセッションも素晴らしいですからずっとニューヨークにいるわけなんですけど、でセッションの話でねいろいろあります。まだもう一つ二つぐらいあるんですけど、これはねなんとビリー・ヒギンズねドラマー、
これもあるセッション行ったんですね。そしたらもうハウスドラマも素晴らしいんですね。その当時ねまだ元気だったウェイド・バーンズってね、ウェイド・バーンズって素晴らしいドラマ、もう彼のセッション行ったら「もういいな、服後で叩くか」っつって「おいやオーライ」っつって言ってね、でウェイド・バーンズがそしたらスーッとですねあるドラマ来て「あれ?」と見たら「おおビリー・ヒギンズ」でビリー・ヒギンズが「へへ」とかね、まあちょっとハイになってたからもうニコ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 して、で彼のスティックをパッと待って、でその前もねウェイド・バーンズもスイングしてるんです。でビリー・ヒギンズがパッと待って、もう右手がテンテンテンって始まっちゃったらブワーッともう雰囲気が変わりました。もう店中大スイングです。でみんな「イエーイエーイ!」ともビリー・ヒギンズはスマイリービリー・ヒギンズニコニコしてですね、もう大スイング、もうわーみんなこんな感じですよ。バンザイ、まあそういうね信じられないこと、ニューヨークでねまあハプニングが起こるわけなんですよ。である時はもういきなりねフレディ・ハーバーの中が入ってきてビヤーッと吹いてるとかね、そういうもう日本では信じられないことがある。でこれはこの次のお話はね僕はいなかったんですけど、ある店にも誰かがセッションをやってる時にフィリー・ジョーがまた現れたらしいんです。僕の大好きなフィリー・ジョージョン、大尊敬するフィリーでこう来ましてですね、フィリー・ジョーはそのドラマーのちょっと片隅に座ってまあなんか飲みながらでドラマーこう叩いてるじゃないですか。でフィリーがちょっとこう甘いなと思うと「ハンハンハン」とこうやる。でそのこれがもうめちゃくちゃスイングしてる。それだけでドラマーこうそれに合わせるだけでスーッとスイングしていっちゃう。もうマジックでしたね。フィリーは叩いてないんですよ。こうやってねこれやってるだけでもう驚きました。はい、その話をねある人がまあしてくれたんですけど、はい、あとはまあねいろんなね楽しいいろんなセッションのね思い出話もありますけど、まあまたね思い出したら、いろいろお話ししたいと思いますけど、まあ今日はこの辺でね70年代80年代のねジャムセッションのお話をしました。それではまた次回お楽しみにね待っててください。ジャズドラマー谷中福士 from New York. See you soon. Keep on swinging. Bye bye.